こんにちはなのだ。こんにちはですわ。今日は2月15日から開催されるタンクスのハンマープライスの動画なのだ。なんだっけこのイベント。去年から開催されているいわゆるオークションイベントなのだ。アセンブリーショップで根こそぎ持ってった後にオークションをやるのはエグいわね。完全に絞り取りに来てるのだ。まあハンマープライス自体は定期開催で、去年の第1回も1月中旬にやってたから、手前にアセンブリーショップをぶち込んできたあたりに悪意を感じるのだ。じゃあイベントについて見ていくのだ。イベントとしてはさっきも言った通りのオークション方式で、使用できるのはクレジットかフリー経験値のどちらかなのだ。どちらが使用できるかは入札アイテムによって異なっていて、選択できるわけではないのだ。今回は5日間の開催で、1日1種類で最低5種類、過去には1日に複数種類のアイテムが入札できたこともあったから、5種類以上のアイテムが出る可能性もあるのだ。毎日11時にアイテムが公開されて、その日の24時に締め切って集計、アイテムを獲得っていう流れなのだ。入札側が見られる情報としては、最低落札価格、合計アイテム数、指標落札価格、現在入札数なのだ。最低落札価格と合計アイテム数はそのまんまで、入札に必要な最低額と何人まで落札できるかの数字なのだ。現在入札数もそのまんまなんだけど、前回まで合計アイテム数を超える入札がないと表示されてなかったけど、改善されたっぽいのだ。で、注意が必要なのが指標落札価格なんだけど、あくまで全員の入札額の平均を表示してるだけだから、必ずしもこの金額で落札できる数字じゃないっていうのは注意が必要なのだ。目安程度で欲しいならこれに足すアルファで入れた方がいいってことね。あと指標落札価格は合計アイテム数を超える入札がないと表示されないから、そこも注意なのだ。まあ入札数割れしてるなら最低落札価格でも落札できるからってことかしら。ただ前回もそうだけど、皆最後の1時間まで様子を見るから、入札数割れしてるからといって必ずしも最低額で落札できるとは限らないのだ。まあ普通のオークションもそうだけど、終了直前が一番激戦なのね。確か表示される情報は10分ごとに更新されるから、10分前まで様子見て、あとは勘で入れるしかないのだ。あと同じ額で入札した場合は、先に入札した人が優先される点も注意してほしいのだ。というわけでハンマープライスの概要だったのだ。まあシンプルなオークションイベントですわね。じゃあ次は過去の開催情報を見ていこうと思うのだ。第1回は 113BO、オブジェに 168V 後、AMBT の3両が新登場で、残りは復刻車両だったのだ。第2回は WG120G、FT、イズ、3アンペアペレグリン、ゴンサロが新規で登場して、オブジェに 168V 後が再販されたのだ。こう見ると毎回3両新規車両が出てきてるのね。まあ特別明細仕様とか車体コンパチが多くて目新しさはそこまでないんだけども、今回も新規車両が実装される可能性は高いのだ。じゃあこれらを踏まえて今回出てくる車両を予測していくのだ。まず過去の開催情報から、ティア9、中の車両が少なくとも2両は出てくると思うのだ。一番有力だと思うのが VG55 ゴシックウォリアーなのだ。そういえばそんなのいましたわね。 VG55 の特別明細仕様なんだけど、前回のハンマープライス直前にゲーム内に実装されて出品されると思いきや出てこなかったやつなのだ。コンパチだしバランス調整の必要もないから出てくる可能性は高そうね。次は大穴で MBT、B なのだ。なんかすごいスパンで性能調整が加えられてるし、ハンマープライスに出すために調整してる可能性はあるのだ。もう4回も性能調整が入ってるものね。まあ1回目2回目でナーフされて、3回目で一度リセットされたんだけど、4回目でさらにナーフされたのだ。ただでさえ微妙だったのにさらにナーフされたの。なんか2回目の状態に戻っただけかと思いきや、砲塔の切り欠き部分の走行が 350mm から240まで減ってたのだ。これはさすがに弱すぎじゃないかしら。砲性能を戻した上でこの弱点ならまだしも、砲も微妙、車体も微妙、唯一の売りの砲塔走行をナーフはマジで何がしたいのかわからないのだ。まあこれだけ弱いと確かにハンマープライスでポンと売りそうな雰囲気はあるわね。次はティア級の T54 ヘビータンクなのだ。前に解説したやつね。プレミアム車両なことに加えて、微妙な砲性能、クソデカキューポラといかにもハンマープライス向きの車両なのだ。ひどい言われようだけど前回も WG
120G FT が入ってたし、確かにこの車両も入ってそうではあるわね。次はティア 8MT の ST62 バージョン2なのだ。初めて聞く車両ね。元はティア 9LT としてテスト入りして、その後ティア 10LT になって、さらにティア 8MT になった車両なのだ。車種が変わるってそうそうないわね。どんな車両なの？単発が220とちょっと低い 105mm 砲なんだけど、 DPM が2754と高めで、元が LT なだけあって最高速度65キロとソ連としては珍しい 400M の視界を持ってるのだ。反面貫通が低めで、精度も 0.40 と低く、負荷も6度、 MT になった際にエンジン出力が大きく削られて、出重比が 15.8 しかないのだ。走行は元が LT なだけあって熱くはないんだけど、傾斜に優れた形状をしててワンチャン引きは狙えるのだ。正面から打ち合うのは無理そうね。以上 ST62V にだったのだ。 LT 寄りの MT って感じで結構競争ね。最後はタイプ5かリなのだ。あれ、この車両前に解説しなかった？軟化性能調整と一緒に名前も変わったのだ。同じ車両なのね。変更点としてはまず先頭室周りの走行が強化されたのだ。方針周りが 300mm に増圧されて、垂直走行だけどかなり硬くなったのだ。あと先頭室正面と側面が 20mm ずつ増圧されて、通常段クラスなら弾けるぐらいになったし、側面は 150mm 以下の合計から強制貫通されなくなったのだ。なかなか硬くなったわね。ただ走行が強化された反面、 HP は1400から1250に減らされてしまったのだ。あら、ワンチャン弾けるぐらいの走行の代償に HP が減るのは痛いわね。結局使い方はそんなに変わらないかなって感じなのだ。近いうちに日本駆逐ルートが実装されるし、このタイミングで配布する可能性は高いかなって感じなのだ。以上、今回のハンマープライスできそうな車両だったのだ。まあ1両ぐらいは再販品が入ってくる可能性はあるけど、毎回3両は新車両が来てるし結構楽しみね。価格もクレジットの場合は高いけど、フリー経験値ならゴールド換算でかなりお得だし、フリー経験値が余ってる人はぜひ狙ってみてほしいのだ。まあ僕はアセンブリーショップで出し切ったから今回は見送るのだ。じゃあ今回の動画はこの辺りで、ご視聴ありがとうございましたなのだ。よかったらチャンネル登録お願いします。